皆さんこんにちは、タサン姉妹です。今日は何何はい。今日は大根を使った、マリネをご紹介したいと思います。はい。で、今日すごく簡単なレシピなんですけど、味付けは一切しないレシピになってます。で、食材の持ってるその味自体が、調味料みたいな感じの仕上げ方にしてますので、簡単なので早速作っていきたいと思います。はい。じゃあ大根なんですけど、今日はちょっと冷蔵庫に半端な大根があったのでこれを使って、作りたいと思います。まず皮はちょっと今日は剥きます。じゃあこれをスライサーで、ピーラーとかでもいいんですけど、スライサーで薄切りにしていきたいと思います。長さはちょっと長めのなので半分ぐらいに切っておきたいと思います。そして、リボン状にしたいので、太さもちょっと何センチかな、3センチぐらいですかね、ぐらいに切っていきます。これを縦にスライスしていきます。じゃあこの大根を繊維に沿って縦にスライスしていきます。はい、これを繰り返してじゃあ切りにくいところは手で切っていきます。これうちこれ本当はなんかこういうのがついてるこうカチッてやるやつなんですけど、実はこれとこれが多分違うメーカーのものでなんかなぜかこう家にもう本当に昔からある持ってるもう何十年も持ってるやつなので、多分合わないやつだけが残っていて、こう合わないので、これだけを使ってます。なんか買えばいいんでしょうけど、はい、まだもったいないのでこれを使ってます。はい。あんまり意味はないです。こうやって持ってる意味はないんですけど、コンパクトで安定するっていうところはいいところかもしれないです。はい。はい、そして、残りはもう包丁で切ります。もうちょっとこの大根もすでにちょっとしなしなとしてきてるので余計に切りにくかったです。できるだけ薄く。はい。じゃあこれも混ぜます。で、大根のマリネを作っていくんですけど、調味料を使わないって言ったのは塩も今日は使わないでやろうと思います。ということは塩味とあとマリネとなると、塩味だけではちょっと成立しなくて、塩味とあと酸味とか、あとはあるとしたら旨味とか、そういうものを入れるとバランスが良くなるので、今日は、酸味があるものと塩味があるものを一緒に混ぜることで味付けっていう風にしたいと思います。で、その酸味のものなんですけど、今日ははい、キウイを使いたいと思います。で、何個入れるかは自由で、あまり少ないと大根の味が勝ってしまってあんまり美味しくないですし、フルーツが好きな人はすごく私が作る分量よりもいっぱい入れても味は美味しいので、好きなだけ入れてください。今日はそうですね、3つ4つぐらい入れようかなと思います。大根小さいこのぐらいのサイズの小さめのものを半分ぐらいなので、普通の大根だと4分の1ぐらいの大きさだと思うんですけど、そのぐらいの量に対して、3つから4つぐらいあるといいんじゃないかなと思います。じゃあキウイの皮を剥いていきます。皮はなるべく薄く剥いた方が、フルーツは野菜もそうなんですけど、じゃあ準備ができたのでここに生ハムを入れていきたいと思います。
はい。で、今日の、その塩味の部分は、塩味、あと旨味の部分は生ハムを使いたいと思うので、これも割としっかり、ハムよりも味が凝縮していて、水分も少なくて、で、旨味が強いので、塩分も高めなので、生ハムはこういう水っぽい食材に中に入れてもアクセントとしてすごくちゃんと機能してくれるので、すごく便利です。で、私よくいろんな種類生ハムあると思うんですけど、割と柔らかいタイプの、生ハムをこう料理に使うことが多いです。その方がこういう時もそうなんですけど、食感的にこう馴染みやすかったりとか、目立ちすぎたりしないので、割とこう料理に使う時は柔らかめの生ハムを選んで買うようにしています。ただ普通の生ハム、よくいわゆるこうバチッと形が決まっている少し厚めに切ってある生ハムでも作れるので、そっちが普段冷蔵庫にあるよっていう方はそういうのも使っても大丈夫です。はい、じゃあこの生ハムをちぎって、これも量は好みです。ちぎりながら入れていきます。はい、生ハム同士がこうくっついてしまうので、たまに、大根と一緒に混ぜながらちぎります。で、バランスを見ながら何枚入れるか決めるといいと思います。ぐらいにしておきます。今8枚ぐらい入りましたかね。生ハムも大きさそれぞれあると思うので、全体的に混ぜてみて、こう一口含んだ時に、生ハムが口に1個入るといいかなっていうぐらいの量です。はい、なのでこうちょっと混ぜたりしながらバランスを見てみてください。はい、じゃあこんな感じで。ではキウイなんですけど、キウイは、包丁で切ってもいいんですけど、包丁で切るとスパッと切りすぎちゃって味がこうなんていうか、ちょっとこのキウイの汁も、調味料みたいな感じで使っていきたいので、キウイは手で潰すような感じでちぎって潰すみたいな感じでほぐしていきます。こういう感じですね。手でちぎるっていう感じです。でこの時にちょっと潰れてキウイの汁も出ますし、あとこう形がいびつになることで食感とか味にメリハリが出てくるので、これをソースとして使います。大きいのがあってもちっちゃいのがあってもいいと思います。じゃあ全部入れて、じゃあ、調味料は入れないと言ったんですけど、黒胡椒とあとオリーブオイルは香り付けで入れたいと思います。胡椒は好みなので、あんまり粉の胡椒じゃない方がいいと思います。粉の胡椒は結構香りがきつすぎるので、粗挽きを持ってる人はちょっと入れてもいいかもしれないです。そしてオリーブオイルを量的には全体的に行き渡るぐらいなので、大さじ2、3倍でいいと思います。じゃあこれをさっくり混ぜていきます。あんまり混ぜすぎてしまうとこう形が崩れてきちゃったりするので、さっくり混ぜて盛り付けたいと思います。食べた時に生ハムとキウイが口の中に入ってきたり入ってなかったりする感じなんですけど、入るとやっぱりすごく旨味が強くて、でキウイが多いとキウイのじわっという感じと、あとその風味がバッと広がってきますし、すごく塩自体を入れてないので、食べた後の感じはあっさりした感じだと思います。はい、では盛り付けします。今日は大根とキウイと生ハムのマリネを作りました。味付けがなくて簡単なんですが、バランスを取るためにこの生ハムの量とキウイの量を考えてお好みの量を入れてみてください。で割と味を全体的につけてないのでさっぱりした、一品になると思います。
分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。